人間として生まれてきたということはやっぱりこの言語というものを持ち、そして物事を一旦概念というふうに捉えることができる思考を持ちね、そしてその思考をもとにあらゆるこの心精神の感受性というものをすごくこうカルティベートね、耕していくようなことができる、そのような能力を持ったものであると。ラガマフィン念仏者東野多摩伊豆山の大事な話。何万だ何万だ何万だ。ラガマフィン念仏者の東野多摩です。皆さんこんにちは。今日は週末だったんですけど、ちょっとアジア系のスーパーに買い物に行こうと思ってて、でそれでね、最近このテキサス州オースティンにね引っ越してこられた、こっちに来られて、まだ1ヶ月ぐらいの方なんですけど、その方とね金曜日にお知り合いになり、でもしよろしければどうですかと、そういうスーパーありますし、近くに美味しいラーメン屋もあるので、そこでラーメンを食べランチをし、それから買い物に行きましょうかというので、じゃあぜひ行きましょうということで言ってたんですよね。アメリカにもこういうアジアの、ね、スーパーがあるんですねと言って、たくさん彼も食材を買い込んでおられたので、ああよかったなと思いましたよ。お誘いしてね。でラーメンも美味しかったって言われてたのでね。そうでそういう一日を過ごしてたんですけど、一緒にねこうスーパーに行くその途中の車でね、僕は運転しながら面白い話をしてて、人間なんで人間は人間として生まれてきたんだろうというようなことってやっぱり考えるじゃないですか。その人生のどこかでね、子供の時に考える人もいるだろうし、大人になって何か大きな、例えばね挫折などを経験して考えるようになったりとか、例えば、すごい近い人の死を通して、自分はなんでこうやって生きてるんだろうとかね、そういうようなアプローチから考えるということもあると思うんですけど、いずれにしてもなんで自分は人間として生まれてきたんだろうというのを考えるときに、例えば家族愛が深い方とかだったら、その家族に出会うためで、親御さんだったらこの子供たち、やっぱりこの子供たちが私の人生の全てですとね、この子供たちに出会い、子供たちを大きくして立派に育てることが私の人生の目的ですと、そのように言われる方もおられると思うんですよね。やっぱり親御さんにそのように思われて育てられる子供というのは幸せだなと思いますね。本当にそのようなものであってほしいなと思いますよ。親というものはね、本当に自分の親はそのような親であったような気がしますけどね。父も母もちょっと話がそれたんですけど、なんで自分はこう人間として生まれてきたんだろうっていうのを考えるときに、何かと出会うためとか、やはりこう情緒というものと結びつけて考えると思うんですよね。何か大きなその意味合いね、そういうものと考えると思うんですけど、でも僕はこの後ろにねこの犬がねちょこちょこいるんですけど、やっぱりこの自分は人間として生まれてきた。そして富助は今日寝て明日朝起きても犬なんだとね、犬としてやっぱり今生きてるんだなというの、この違いというものは何なんだっていうのを考えた時に、やっぱり思
考ですよね。まずはね、思考力というか、物事をまずその言語的なものに基づいて考える。そして一旦物事を概念として受け止めて、概念化して理解して考える。いろんなそういうやっぱりその言語の理解という人間の深い知能というのかな、そういう生まれ持った人間が持つ機能というのかな、そういうものと結びつけて考えたら、やっぱりそういうことを考えていく機能が備わってるのであれば、やっぱりそういうことに自分の頭というものを使っていくべきだと思うんですよね。そういうことどこまで深掘りできるかね。昨今やはりできるだけ早く、できるだけ遠くまでというような、そういう水平方向へのアプローチ、そういうものが良しとされるんですけど、そうではなく、全く傍から見たら一歩もそこから動いてないような人が気がついたら、なんという深みに到達していたんだこの人はとね、いうようなことがあってもいいと思うんですよ。特にこれからの時代というかね、そういう風になっていくんじゃないかなと思いますよね、本当に。でやっぱりね、さっきの話に戻りますけど、じゃあなんで人間として生まれてきたのかというのを情緒的に考えるのもいいけど、そういう思考とかね、あとはやっぱりそういう感受性ですよね。そこはやっぱり情緒とつながるんですけど、そういうやっぱり物事を受け止めて物事を考えるね、それはどういうことだろうというように問っていく、いろんなことを問っていく。やっぱりそれが一番の人間の動物と全然違うところですね。人間が持ってる能力としてね。例えばじゃあ人間のなんで生まれてきたのと自分はね、お子さんにね聞かれた時に、いやそれはやっぱり自分も、お父さんとお母さんがお前を作ったように、お前もねいつかお父さんお母さんとなって子供を作り、そのようにして、子孫を残していく、そういうことがお前の生まれてきた意味だよと。それはある意味で動物的な側面から言えばそうなんでしょうけど、それではじゃあなんでその動物もそうじゃないですかとね。じゃあなんで動物でよかったのに、なんでそれは人間という状態で生まれてきたのと問われたら、そこはじゃあどう答えるんですかということになるんですよね。そういうふうにやっぱり深く考えていくと、いや人間として生まれてきたということはやっぱりこの言語というものを持ち、そして物事を一旦概念というふうに捉えることができる思考を持ちね、そしてその思考をもとにあらゆるこの心精神の感受性というものをすごくカルティベートね、耕していくようなことができる、そのような能力を持ったものであると。ならば人間として一番考えないといけないことは、そういうあらゆるものを、そういう力を注いで問うべき問いに挑戦するということですよね。その大きな問いというのが何かと言ったら、やっぱりそれはどのようにしてこの生死を超えていくかと、そこに尽きると思うんですよ、やっぱりね。これぐらいにしときましょうか今日は。どうもありがとうございます。東野玉でした。何万だ